こんにちは、ひかりです。さあ、今ね、オフハウスにいるのですが、同じね、建物内にね、ハードオフもあるんで、てか同じフロアかな、完全に。ハードオフあるんで、ハードオフに今回は向かっていきたいと思います。もう冬だね。冬だから、スキーとかスノボーのアイテムとかも売ってますね。ここカセットテープコーナー。ただ、この撮影した日の1週間後ぐらいかな、に行ったら売り場だいぶね、リニューアルしてましたよ。だからこれ今とはちょっと違う。今日行ったんだけど、今日行った時とは違う感じの売り場にはなってますね。VHS コーナーかな。そう、最近ね、VHS も価値がないのはもう扱いもしないぐらいになるんだけど、価値があるやつはそこそこの値段がついてたりしますね。これは遊戯王。遊戯王はね、ゲームにカードがおまけでついてたんですけど、それがね、今ついてる状態では基本ないかな。もうみんなね、カードに価値があるって気づいちゃったからね。さあ、そして PSP ですね。昔ね、DS のポケモンの信長の野望のやつにもね、カードついてて、たまに入ってたんですけどね。今はもう入ってないかな。クライマックスヒーローズ、ダブルの時の仮面ライダーのゲームかな。Wii ですね。ここ Wii コーナー。ここ LD コーナーなんだけど、リニューアルしたら LD コーナーがなんかなくなったと思うんだよね。なんか見た感じ。この LD コーナーの中がパンパンにレコードが入ってたんで、LD は扱いやめちゃったのかな。でも、どうなんだろうね。価値があるやつだけは、ジャンクじゃない感じで売るのかな。どうなんだろうね。DS もあるじゃん。最近僕ね、DS やってますよ。昔の動物の森やってます。DS のね。あつ森じゃなくて、おいでよ動物の森だっけな。ハッピーフィート？ペンギンのゲーム？なんか映画のやつかな？アニメかな？そうそう、DS やってます。3DS、LL でやってますね。で、動物の森の昔の僕が小学校6年とかの時にみんなでやってたようなやつを今更やってます。はい。全然面白いですね。懐かしいし。今ね、おいでよ動物の森ならね、100円で買えますからね。これは DVD かな。これジャンクコーナーでして、そういえばね、今日行ったらジャンク DVD が大量入荷してました。ハリーポッターじゃん。これめっちゃ面白いからね。100円、それだけ名作だから100円なんだけど、逆にって感じで売れたからね。もうハリーポッターほんとね、僕大好き。一番好きなのはアズカバンかな、やっぱり。って感じですね。これ沢田研二じゃない？しかも勝手に仕上がれじゃん。壁際に寝返り言うて背中で聞いているってやつね。中村雅俊、かっこいい2人が続きましたね。両方ともね、寅さんに出てきてますよ。2人のアイランド。これは何？ガム？ちょっと分からなかった。スカイハイ。ジグソーのスカイハイだって。EP とか割とね、安く売ってるんでね、50円だからね。インテリアにいいんじゃないかなと思うけど、一番は。こっちにもカセットテープありますね。特にあっちと違いはなくて、入荷日の違いなだけだと思います。演歌ばっかですね、今は。たまに演歌じゃないのも入ることもあるんですけど、ほんと稀ですね。この本庄店に演歌じゃないのが入ってたら、すぐ僕が買っちゃうんで、もう僕との争奪戦になると思います。最近ね、こういうね、Bluetooth イヤホンとかも、ジャンクで出ることが増えましたね。ウェブカム。Bluetooth イヤホンもピンキリだから、高いやつはすごい高いんだけど、1万円とかするじゃん、全然。安いやつは UFO キャッチャーの景品とかのもあるから、だいぶ音質とか使い勝手とか、あと壊れやすさとかに違いが出てきますかね。そうそう、スマホアクセサリーとかも売ってて。これ珍しいエクスペリアのじゃん。100円とかであったりするんですけど、本当に自分のにサイズが合えばいいのかなって感じで。そう、スマホケースとかスマホ周辺機器がここら辺のコーナーにはある感じかな。
スマホケースもものによってはねすごい高いのもあるからね、本革のやつとかさ。これ微妙にマークがウォークマンだ。ウォークマンの周辺機器なのかな。で工具とかも扱ってるんで、よかったら探しに行ってみてください。工具ってそんなに壊れるもんじゃないからね、ジャンクでもいける場合が多いんじゃないかな。電子手帳とか今すごい安くなってきてますけど、これからもっとね性能が新しい最近のやつがまた安くなっていくとは思うんで、はい。今電子手帳って電子手帳じゃないや、電子辞書か。電子辞書とか電子手帳もそうか。どうなんだ。これ色が違う。蓋の今高校生とか今使ってんのかな、スマホあるのに。電子辞書でも学校で授業中スマホダメだからみたいな感じで使ってんのかな。ちょっと DS とかも最近だいぶねジャンクが値上がった傾向ですね。にありますかね。一時期は安い時は330円とかで買えた気もするんだけど、僕は一時 DS ライトのまとめ売りみたいなの買ったこともあります。昔の動画で出てますね。はい、よかったらそっちもご覧ください。こっちがインクカートリッジとかがあるところでプリンターの周辺機器的なやつかな。これはケーブル。インクとかもね、なかなかね探してるのがあるかっていうと微妙なかもしれないけど、ほんとここら辺はジャンクコーナーって感じだよね。昔はねここら辺になんかポータブルオーディオ機器みたいなところにジャンクでウォークマンとか入ってた時期もあったんだけどね、最近はあんま入んないかな。これはなんかのあれだね、2200円。だからプロ用の充電池なのかなどうなんだろう。ジャンクでその値段するんだみたいな。壊れてはないだろうからね、その電池対応してる電池を持ってるかってとこだろうな。本当持ってる人にはいいんじゃない。2200円でも。なんかトルネって何なんだっけこれ。テレビがプレステで撮れたんだっけ。ちょっとあんま使ったことないからわかんない。プリンターですね。はい。ジャンクプリンターって結構昔 YouTube でよく見ましたね。LD プレイヤー2200円。LD プレイヤー2200円はいい方じゃない。このサイズのちゃんとしたやつだから今だったらいい方だと思います。そう、ジャンクプリンターをなんか仕入れて直して売るっていう YouTube 動画結構ありますよね。ハードオフで調べると昔はそういう動画ばっか出てきましたね。最近はねハードオフ巡りとかハードオフ購入品紹介とかすごい動画増えましたけど、昔そんななかったんだよね。これさジンバルだよね。スタビライザーっていうのかな。ジンバルスタビライザーどっちだろう。とにかくこの上にカメラ乗せて撮ると手ブレ補正できるよみたいな。手ブレがあんまり目立たなくなるみたいな。CD ラズカセ550円。CD ラズカセが550円はね普通にいいですね。別に相わらとしても。といっても今日もまだ残ってましたけどね。あとねもうちょっとレトロなソニーのやつも550円でラジオ大丈夫カセット NG っていうのがあって、今は僕ちょっと買いたい時期じゃないんですよ。家片付けたいから。だから買わないですけど、普通に買っても大丈夫な時期だったら全然買ってて、で直して動画撮って、でまたそれをハードオフに売るみたいな動画やりたかったですけどね。昔やったんですよねそういうの。これねあれだ、お風呂用の CD プレイヤー。これ結構便利だと思うんだけどね。そう、昔ねハードオフで550円で買ってきたラジカセを直してハードオフに売ったら、ハードオフがチェックして動くってなって500円で買ってくれたっていうね。はい。マイナス50円っていう。でも動画もね作れたから、その分むしろちょっとプラスにはなったと思うんだけど、みたいな感じだよね。参考にはならないっていうね。ジャンク CD コーナーで、こっちちょっと中古コーナーですかね。中古 CD とこっち中古ゲームソフトのコーナーです。そう、ジャンクと中古って意味が違くて、中古は一応保証があるのかな。中古は基本なんか使えるって感じ。ジャンクは基本使えないっていうのが前提にはなってますかね。はい。でもジャンクでも十分聴ける CD とかいっぱいあるんですけど、あとは基本中古は普通の値段で、ジャンクは安いって感じで、中古でも安いっちゃ安い時あるけどね。本当に場合による。ジャンクでも高いなった時あるし、中古でも安いなった時ある。
ゲームセンター CX。アマプラで見れたっけな。こういうね、バラエティ系の DVD って、なんか、配信されないんですよ。アマプラとかそういうので。だから、こういうところでね、DVD ゲットしないと見れないっていうのがあるんで、結構おすすめなんですよね。DVD 集める人は。で今ちょっとね、こっち来ました。ハードオフのジャンクコーナーに戻ってきましたね。ジャンクショーケース。もう、ジャンクだけどショーケースっていうのがもう、謎なんだよね。こういうのが割と安めなのかな、Bluetooth イヤホン。通話専用とかだったら音質関係ないじゃん、そんなに。連絡事項言うとかだったら。そういう人にはいいと思います。ミニコンポめっちゃシール貼ってある。平成レトロって感じかな。そう、ジャンクコーナーにショーケースがあるっていうね。昔からあるけどね。むしろあった方がいい場合もあるしね。ジャンクで売ってるけど、お客さんにガチャガチャこう探してる間に、ディグってる間に余計壊れたりしたら嫌だもんね。誰も得しないから、それは。だからそういう意味ではショーケース必要かなと思います。壊れやすいものとかショーケースに入れるっていうのはすごいいいと思うんだよな。こういうカメラとかそうですね。ジャンクって言っても年式が古いからジャンクってなったりとか、あとなんだろうな、チェックがちょっとちゃんと全部できなかったからジャンクとかいう場合もあるんで、はい。ジャンクだから全部壊れてるってことは現実的にはないですけど、でも壊れてるものもあるし、CD の中身入ってない時とかありますし、はい。これレコードコーナーですね。一応レコードコーナー今のところは中古かな。はい、そんな感じでハードオフを活用してみてほしいです。それで今回の動画は以上です。チャンネル登録、コメント、評価ボタンお願いします。この写真はね、今日撮ってきたやつです。はい、このラジカセね。それではまた、バイバーイ。